ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ関連ニュース、ロシアの傭兵部隊ワグネルの頭目プリゴジン氏が非常に重要な発言を行っています。それは、正規軍に対して弾薬の要求をしているんだけれども、望んだ量が全く届かない。それに伴って、ワグネルには多大な犠牲が出ている。このままでは戦えるものじゃないとして、5月10日をめどに東部戦線のバフムトから撤退することを宣言したのです。今回の動画ではまずこのプリゴジン氏の発言について取り上げていこうと思います。まずはどのような発言があったかご紹介します。プリゴジン氏が投稿した動画は2つあります。まず最初に投稿されたのは戦死したと思われるワグネルの兵士たちを背景にしてプリゴジン氏が軍上層部に対する不満をぶつけるものでした。兵士たちがたくさん亡くなっている理由というのが、求めていた弾薬などが全く支給されていないからだ。もしも求めていただけの量を支給してもらえていれば、戦死者の数は5分の1程度まで抑えられたはずだ。にもかかわらず、多くの兵士たちが志願して戦場で死んでいくのは、お前らが安全な執務室で怠けているからだ。というふうに非難を行ったのです。そして怠けている者として、国防大臣、参謀総長を呼び捨てにする形で、ショイグ、ゲラシモフ、お前たちが怠けているから、多くの兵士たちが亡くなっているんだぞという話をしています。特に動画では非常に荒々しい言葉を使っていて、いわゆる放送禁止用語などもバンバン出てくるものとなっていました。そして、二つ目に投稿された動画においては、ワグネルの生きた兵士たちを後ろに並べました。プリゴジン氏は5月10日をもってワグネルはバフムトから撤退するという宣言を行っています。そのための手続きとして参謀総長には国防省の部隊が引き継げるように命令書を速やかに発行するよう求めました。ワグネルが撤退した後には正規軍の兵士たちが代わりに戦ってくれというのです。長々と話す中においては、自分たちワグネルが撤退することによって批判する人たちが現れるだろうということについても言及しています。もっとバフムトにいるべきだったと非難する人たちは必ず出てくるだろう。そうした批判的な言葉を口にする人たちはバフムトに来ればよい。ワグネルはそれらの人々を歓迎する。殺された仲間たちの代わりに武器を手にして戦ってくれ。その間、我々ワグネルは傷を癒す。祖国が危険にさらされた時、祖国を守るために再び立ち上がるだろう。ロシア国民は我々を頼りにしている。そして立ち上がる時はすぐにも来るだろう。そう言ってプリゴジン氏はこのままであれば5月10日に撤退するぞという話を締めくくりました。公開された動画においては非常に荒々しい言葉で軍上層部に対する批判の言葉を口にしたプリゴジン氏ですから、今回の動きは一般的なニュースとしても報じられています。ただし、この件については非常に注意しなければなりません。なぜならば、5月10日にバフムトから撤退するというのは前提条件があるからです。正規軍の方から砲弾をはじめとした弾薬が届かない。これが解消されないのであればという前提がついています。つまり、プリゴジン氏がある程度矛を収める程度の量の弾薬が供給されれば、この撤退宣言は破棄されるというわけです。そして、一連の発言において非常に注意深く見なければならない点があります。それは、ロシアという国家にとって非常に重要な人物の名前が一度も出てこないということです。プーチン大統領に対する非難の言葉です。あくまでもプリゴジン氏が非難しているのは、軍の上層部、ショイグ国防相であったり、ゲラシモフ参謀総長であって、プーチン大統領に対しての非難の言葉は出ていません。つまり、プーチン大統領に対して命令に逆らう気などないんだけれども、あなたの部下であるゲラシモフ参謀総長やショイグ国防相がワグネルの働きを邪魔しているから仕事ができないんです。といった話をするわけです。このあたりの話はプーチン大統領とプリゴジン氏の個人的な依存関係や信頼関係がどれほどなのかといったことをちょっと推し量ることができないので、私にはわからない部分があるのですが、しかし、これまでワグネルの行ってきた影の部分での功績に対してプーチン大統領はかなりの評価をしているはずです。というのも、現在ではウクライナの戦場において正規軍と戦いをしているワグネルですが、彼らは別に正規軍と戦うための戦力ではありません。もともとはロシアの正規軍ができないような国外での活動を主に行うために集められた兵士たちです。例えば、シリアであったり、アフリカ大陸の軍事政権や独裁者、もしくは無法地帯のようなところで軍閥と手を結ぶ形で、ロシアの権益を拡大したり、彼ら自身が活動するための
地下経済に食い込むような形での利権獲得を行っていたのです。ですから、ワグネルの戦いというのは、反政府勢力であったり、ゲリラであったり、イスラム武装主義勢力であったりと、基本的には本格的な国家間戦争などに投入されるような兵士ではないのです。それでもウクライナの戦場において、ワグネルの部隊が前進できた背景には、正義軍からの支援もありましたし、また、治外法権的な動きとして、ロシア国内の囚人兵たちを大量に集めて、彼らを捨て駒同然で使えるような形で人海戦術を取ることができたからです。しかし、囚人兵はだんだんと減少しつつあります。そもそも大量に戦死したといったこともあるのですが、もう一方の理由として、一応は半年間生き残ったら無罪放免にしてあげるよという話から、生き残った囚人兵たちの中にはロシア本国に本当に帰ってきている人たちがいるのです。ただしこれらの人たちは非常に重罪だった人たちが多かったですから、本国に帰ってきてもまた犯罪を繰り返して逮捕される人が出てきています。中には殺人の罪によって再度逮捕されており、せっかく無罪放免になったのに再び刑務所送りになろうとしている人もいます。ですから、大量に使い捨てる囚人兵といったものを失っているがために、現在のワグネルは中核となる兵士たちが前面に出て戦わなければならない、そういった場面が増えているのです。そのために行っているのがプリゴジン氏の政治的な駆け引きです。弾薬が足りないからもっとよこせという話をして実際に来ればそれで戦力はある程度整うでしょうし、たとえ要求通りに来なかったとすれば、本当にバフムトから撤退する可能性も一応はあります。私の場合だとその一応というのはあくまでも最後の最後にはプーチン大統領がプリゴジンがああまで言っているんだからお前たち何とかしろとショイグ国防相やゲラシモフ参謀総長に対して便宜を図るように言うのではないかと思っているからです。もしもそのような便宜を図る話もなく放置されるようであれば、プリゴジン氏は主力をウクライナから引き上げて従来のシリアやアフリカ大陸各地に自分たちの主力を移すことでしょう。ですから今回のプリゴジン氏の5月10日にバフムトから撤退するという話はまだまだ駆け引きの途中段階にあると私は思っています。きっとプリゴジン氏自身は最終的にはプーチン大統領が何らかの手を差し伸べてくれると考えているのでしょう。ただしそのような目論見が外れた場合においては彼は切り捨てられる対象となるかもしれません。外野から見ている私としてみれば、ワグネルの部隊が撤退してくれるとなれば、少なくともウクライナ軍に対する圧力が下がるわけですから、そちらの方に転んでほしいものです。さて続いては、これまでロシア軍の行ってきたドローン攻撃、いよいよロシア自身が繰り返されるドローン攻撃にどう対応するかが問われる事態へと発展しています。前回までの動画で繰り返しウクライナ軍が遠方に対するドローン攻撃を開始したといった話をしました。最初に取り上げた時はセバストポリの石油タンク、そして同じようにしてタマンやイリスキーの石油貯蔵庫が攻撃を受けました。そしてイリスキーに対する攻撃を前回お伝えしたのですが、今日もまた繰り返し攻撃が行われました。当初ロシア側はこれはあくまでも事故であるといったような話をし始めたようなのですが、地元の知事がいやこれはドローンによる攻撃だと修正するような発表を行って少しロシア側としても混乱しているようです。イリスキーでは2度目の攻撃とあって消火活動も手慣れたものとなったようです。ただし一度攻撃を受けた以上破損したものはたとえ鎮火したとしても治るわけではありませんから、繰り返し攻撃することがロシアにとっては非常に頭を悩ませる問題となります。結局のところ、ロシアがウクライナに対して行ったのと同じように、ウクライナ側も同等の攻撃を繰り返し行えば、それだけロシア側も被害を被ることとなります。しかも、一般市民に対する無差別攻撃を行ってきたロシアに比べると、ウクライナは集中的に戦略物資を狙っています。経済や軍事に対する悪影響を及ぼすという意味においては、明らかにウクライナ軍の方が戦略としては正しいです。最後に一つ余談をしておきましょう。YouTube の仕様が少し変わったようで、皆さんが動画にコメントした場合において、表示方法が変わってしまった人がいるようです。YouTube のユーザーネームではなくて、ハンドル名の部分が表示されてしまうという現象です。従来までの表示方法と違った表記になっていますから、同一人物かどうかちょっとわからなくなってしまう人が出てきているのです。それじゃあハンドルって何っていう話なのですが、私の場合だとユーザーネームとしては上川薫のわけですが、ハンドル名としては@上川薫という風にして設定しています。このハンドル部分というのは
何も自分で設定していなければ何かランダムのようなアルファベットの並びになっていて、全く意味が通らないものになっている人もいます。ですから、ぜひともこの機会にハンドル名を変えてみてください。パソコン版の場合であれば、YouTube のアドレスの最後に英語でハンドルと付け加えてページを飛んでください。こんな感じのページに飛んでいって、ハンドルを変更と操作を続けていくと、他の人と被らない形でのハンドル名に変えることができます。わかりやすいアルファベットの並びなどについてはもう他の人に取られていることが多いので、早い者勝ちといった感じになっています。また、パソコン版以外においては、ご覧のような手順でハンドル名を変更してみてください。YouTube アプリから見た場合において、そして PC 版についても、アドレスを直接入力しなくても、操作手順を踏んでいけば、ハンドル名を変更することができます。というわけで今回の動画はここまで。東部戦線バフムトにおいて、特に主力の攻めを担ってきた傭兵部隊ワグネルを率いるプリゴジン氏が、正規軍とのいさかいを口実として、いよいよ撤退を迫るような動きを見せています。この言葉をそのまま真に受けて、もう5月10日には撤退するんだな、ではなくて、今回の動画で解説したように、これはあくまでも駆け引きの途中段階だと思ってください。この後本当に撤退するかもしれませんが、撤退しないための正規軍との駆け引きに過ぎないかもしれないのです。親ロシア派の人たちは、こうしたプリゴジン氏と正規軍上層部とのいさかいについては、あくまでも西側が仕掛けたフェイクニュースの塊に過ぎないと主張していましたが、今回のプリゴジン氏の発言を見るに、はっきりと彼は正規軍上層部に対する不満をぶちまけ、そして罵倒する言葉を連発しています。親ロシア派の人たちにしてみれば、このような口喧嘩みたいなものも、あくまでもシナリオがある台本通りのセリフだというかもしれませんが、プリゴジン氏がどのような発言をしているかについては、ネット上で調べればすぐに元となる動画が拡散されていますから、ぜひとも見てください。演技で軍上層部を非難しているとはちょっと思えない内容となっていました。それでは本日の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、面白かったであるとか役に立ったなと思われた方はぜひとも投げ銭機能もご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。